皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋ウォーズで指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がですね、今回相振り飛車ということで、振り飛車がね好きで振り飛車をよく指されるという方はね、どうしても相振り飛車っていうのは避けてはね通れない戦型だと思います。ですのでですね、今回はその相振り飛車を指しこなす上での、ポイントやね考え方をね大盤を使って解説していきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。早速大盤を使って対局を振り返っていきたいと思います。今回ね、私は後手番ですので魚津の画面とは逆になってしまうんですけれども、対局編の方とね合わせてご覧いただければね、よりね、楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。はい、先手7六歩3四歩に7七角とね、実はこの出だしはね、この村チャンネルでもねよく私がね指されてる手順ではありますね。角交換を先にねいろんなパターンがあるんですけど、相手からね角交換をさせて振り飛車にしたりという含みの手ですね。今回は私はねここで4四歩と突きまして、相振り飛車をね目指していきました。はい、で6八銀に3二飛車とね、今度はね先手側がね振り飛車をするのか、場合によってはこの三間飛車を見て居飛車に戻すということも考えられたんですけどね、この後本局ね、先手側の方も飛車を振ったことでね振り飛車の将棋となっていきます。3二飛車に対して、6六歩、もちろんね私も三間飛車じゃなくて四間飛車や中飛車や向かい飛車もね選択できたところではありますね。で6六歩に3五歩6七銀、そして6二玉と。ここが分岐点で、4八銀と上がって、6八玉と上がれば居飛車の将棋になるところでしたね。実戦はここで8八飛車とね、ここもね7八飛車6八飛車も考えられたところですが、向かい飛車のにね構えてきました。で8八飛車に対して私は1四歩と、この8歩は1三角とね出る形をね含みにした手ですね。で受ける手もあるんですけれども、4八玉とね先手は玉を囲い急ぎました。ここでね3六歩と結構早めのね突っかけですね。この手を後回しにして、7二銀とか7二玉とかね玉を囲う手ももちろん有力ですが、3六とついてねまずこの手に対してどう対応しますかっていうのがね私のね相手に対する問いというかね、どういう形で受け付けますかって相手の出方を見てから考えようということですね。この方に対して本局は2八銀なんですけれども、同歩同飛車、3七歩は今非常に手堅い対応でこれもあるところなんですけどね、これですと3四飛車と手順に飛車を中段に引いて、3三桂から1三角という形に組むようなイメージですね。で先手の方が低い格好なので、本局私があったんですけどね金無双という形になったりとか、場合によっては穴熊もあるかもしれないんですけれども、また違ったね、囲いに進んでいきます。実戦は3六歩に対して2八銀とね、ちょっとひねった受け方に見えるんですけれども、これは相振り飛車のね三間飛車の時によく出てくる形で、3七歩成にはこれを同桂で取ってしまうと歩打たれてね攻め込まれちゃうんですけど、同銀と取っておいて、これでね先手だけ指せば3六歩と打って3八金、もっと指すとね理想だけ言うと、こういう形になれば矢倉に組み上がるということですね。先ほどよりペタッと歩打つのに比べてかなり盛り上がった形にね組めると。3七歩成同銀とやって、この時に、後手の方から歩を打つ形もね実はプロの公式戦ではあったりするんですけど、これで銀がね、4六に出るか、2八に引くか2六に出るか、2八に引く方が自然でしょうかね。2八に引いておいて、この歩がね負担になることもありますし、本局も出てきたんですけどね、必ずしもこの歩だけでね決定打になるわけではないので難しいところですね。これはね打つ手もあったとは思います。実戦はこの歩がぶつかった状態でねしばらく駒組みが進みました。私の方としても取って同飛車で銀上がって飛車の方が一手でね飛車が得するんですよね。手の動きがね自分の方から、お互いにね取るんじゃなくて相手に取らせたいという状況なんですね、ここはね。はい、で、この2八銀に対して私は、4二銀と上がりました。そして3八金と、より補強しまして、4三銀で8六歩と、そして7二玉、ここは7二銀から7一玉とね美濃囲いにする手も有力でしたね。7二玉と本局は玉を寄りました。そして8五歩に6二金とね、ここも8二玉と寄って7二金から9二香と上がって、9一玉穴熊にする手もあるところですね。この辺り本当作戦の岐路ですね。6二金は金無双という形で戦おうということですね。はい。で6二金に対して5八金8二銀と
振り飛車をね指される方は相振り飛車の時はね普通の振り飛車でこうなんていうんですかね相手に居飛車と戦う時と違う感覚で指す必要がありまして、なぜかと言いますとこう振り飛車は一緒なんですけれども、こう相手の飛車がね居飛車ですとこちら側にいるんですけど相振りですとこっちにいますよね、こちら側に。そうなりますと王様のね真上からやっぱ攻められやすいんですよね、当然ながらね。振り飛車ですとね単なる振り飛車対居飛車ですと、王様側っていうのはかなり安全で戦えるんですけど、振り飛車ですとやはり飛車でねこう王様を直接狙われるので、今回のねこの金無双という囲いも美濃囲いが普通なんですけどね、美濃囲いに比べて壁銀というね形であまりいい形ではないんですが、上からの攻めに強いというのがね一つ特徴になっている囲いということですね。はい、8二銀に対して5六銀と出て、ここで3七歩成とついにねこの歩を取りました。で同銀。さあここで、私の3六歩とね打ちました。3四銀と出る手もあるところでしたね。これ歩を保留してね、実戦はもう歩を打ってねこう銀をね一回気持ちのいい手ですよね。ここで相手の方は2八銀と引きます。できればこう上に出たいんですけど、上に出ると3四銀と出られてちょっと危険な意味もありますかね。いつでもこう4五歩とついて、銀交換になる形ですのでね、2八銀はちょっとね壁銀っていう形でいい形ではないんですけれども、その分この一歩持ってるっていうのが大きいというね考え方ですね。で3四銀と銀が進出しまして、6五歩に3五銀とね、部分的には非常に気分のいい形ですよね。飛車が銀でこう押さえ込んでてね。ただここでね先手の方も手筋でね攻めてきました。8四歩同歩に同飛車とね取るのが普通なんですけど、6四歩というのはね、これは相手の方かなりこう相振り飛車を指し慣れてるなという感じですね。これ同飛車と取るのが一番自然なんですけど、これで歩を打ってね例えば8六飛車とかなら普通なんですが、ただの一歩交換ではなくてね、ここで6筋の歩も絡めてねいっぺんに2歩交換しちゃおうというね、これ相振り飛車で出てくるテクニックなんですけれども、非常にね鋭い手で、こう8三銀とか上がるとこの歩を取られないようにできるんでこう頑張っちゃう手もあったんですけれどもね、ただ6三歩成とやっぱりこの玉のすぐそばの歩をね破られてちょっとこう弱体化するんでね、差しこなすのは結構大変なんですよね。ただこれもあったと思います。これで先手はどうするんですかね、歩2枚で。例えば1上げと6六角と上がっておいて、次に8五歩同歩8四歩といった感じでね銀の頭を攻めるような手、これもあったと思いますね。私の方は本局ね6四歩におとなしく同歩と取ったので8四飛車と走ってね、これで6三金もねあったとは思うんですけど、狙いが分かりやすくね歩を打ってこう収めたんですけどね、これですとね先ほど8筋の歩を交換して引くのに比べてはっきりね先手が得をしたのねお分かりいただけると思うんですよね。今相手の方のこう8四歩同歩6四歩からの手筋はね是非皆様ね参考にしていただければなと思います。で6八飛車と引いてね、でここで5二金と上がってありましたね。さあこの言った局面ねどういう感じかというと、やっぱり繰り返しになるんですが、お互いにね金銀3枚で守っているんですけれども、飛車がこうお互いの王様に非常に近いところに効いてますから、こういう将棋というのはね王様をがっちり守っているように見えても一回ね何ていうんですか攻め合いのような将棋になりますとねこう持たないことが多いんですね、どちらかの王様がね。ですので王様囲えてしっかり堅いから大丈夫というよりは、常にね、相手に攻められた時の反撃手段を考えておかないと、気がついたら一気に攻められて反撃できずに負けちゃうってことが起こっちゃう戦型なんですね。はい。で5二金に対してここでね6五銀と出たんですけど、ここはどうですかね、歩を3枚持ってるんで歩を打ってねもうどんどん攻める手もあったかもしれないですね。で同歩に同飛車ですと歩成で何でもないんですけど、ここでねもう一歩こう歩を打って、で同歩に同銀ではなくてね6四歩と、これはね非常に有力だったと思います。この手はね実戦ではかなり指されたら嫌だなと思ってたんですよね。で歩3枚ね、特に最後の一歩これどっから手に入ってるかというとこの歩なんですよね。守りの歩をこうなんていうんですかね、攻めに転用してるような格好なんですけど、ここの拠点がね非常にねこう金無双にとってみると泣きどころなんですよね。なぜかというとこの銀が全く働いてないので、例えば分かりやすくねこう美濃囲いと比べてみると分かりやすいけど、美濃囲いですと、拠点ができてもねかなり王様から遠くて楽ですよねこれね。ただ金無双の格好ですと
この8二の銀がね無効化してるので、これは有力だったと思いますね。先手がこれをやってね、もちろんまだ打ち込む駒が今のところは先手はないので、6五銀と出て次に7五歩から7四歩とか、あるいはここら辺で戦いになって、例えばこの銀交換が発生するとね、こう打ち込むと一気にねこう寄り形になるようなねところもあるんですよね。ですので実戦はここの時にね6五銀とこう力をためて、この手もですね悪い手ではないんですが、継ぎ歩に垂れ歩っていうんですけどね、6四歩同歩6五歩同歩とね継ぎ歩をして垂れ歩、継ぎ歩に垂れ歩、こう3分持ったら、継ぎ歩に垂れ歩っていう実は格言があるんですけれども、そのお手本じゃないですけどね、ここはそれもかなりあったかなと思いますね。実際は6五銀だったので3四飛車といて、これですとね今度継ぎ歩するとかえって銀に当たるんでね、ただ6四歩同歩6三歩とかね攻めていく手はあったと思いますね。これ手もテクニックで同金に金銀交換になると、この辺りね先手の方にもかなり、先行するチャンスはあったと思うんですけれども、実戦は7五歩ということでかなりじっくりとしたね指し方ですよね。ただじっくりとした指し方をすると、3三桂と飛んで、7四歩同歩同銀7三歩6五銀でねこう歩を4枚持つのも非常に大きいんですけど、じっくり指すことによって1三角とやってね徐々になんていうんですかね、先ほどの形に比べて私の方の攻め駒の活用が間に合ってきたというね、側面もあるんですよね。整ってきましたよね。先ほどやっぱちょっと中途半端だったんですけど、で1三角に対して8六角とじっくりじっくりね、この辺り相手の方のね先手の方の棋風もあると思うんですけど、ただ4五桂と飛んでここまで来るとね結構先手もかなり圧力がかかってきてますよね。7七桂と飛んで、後日先手も絶好の形なんですけど2四角と出て、どうですかね、次の手5六銀が若干危険な手でしたかね。ここは1六歩とついてとにかく角でを一回止めておきたかったような気がしますね。で1五歩と突くつもりだったんですけどね、1五歩とついて同歩に同香といった感じで、同香なら同角ですし、何か受けてきたらここに1分持ちましたんでここから詰めるというね、これも先手もかなり嫌な形ですかね。飛車角銀桂香がもう全て働いてる攻めの形なので、なんかちょっと先手の方がもしかしたらこうゆっくり駒組みしすぎちゃったところがね、この辺り棋風なんで難しいんですけどあったかもしれません。本当は銀を引いたんですけど、ここまでね力がたまりますとね1五角と出て、これ結構やはり危険な形ですよね。飛車角銀桂でね、で先手はこう王様を金銀3枚で守っているので本来こういうのってね受けが大体できるんですけど、これだけ急所に駒が利いてしまうとかなり受けるの大変ですよね。3七歩ですと同歩成からどんどん攻められちゃうんで4九玉と引いたんですが、3七歩成と、ここから私の方の攻めですね。同桂同桂成同銀、そして、3六銀と結構ねやはりこうなんですかドリブルしていってね、3対2なので実はもうこう3する時点駒足りてないんですよね。同銀同飛車で歩を受けてもね飛び込まれちゃうということでね、先手の方は取った銀をここで打って、これもでも受けの形ですよね。さてで同角と、もう引いて引くようですとね歩をペタッと打たれて、こうなっちゃうとね先手の方から6四歩同歩7六桂という、これはね、まずいですね。攻め足が止まっちゃうと貯めていたねすごい力を貯めていたところがもう炸裂してしまうのでね、これはもうひるめないということで、ここは、私の方としてもね、一気に攻めていきます。同角と踏み込んで同歩に3七銀とねガリガリと攻めていきます。で3七銀に対してね、同金ですと同飛車で破られちゃうということで4八金と寄ったんですが、3八銀成同金にね、でこの次の手がぜひね皆様も覚えていただきたいんですけど、こう攻めていったんですけど、この飛車がね今こう横利きに効いていき始めてるんですよね。でこの飛車というのが攻めと守りの好位置にいるので、これで7六桂とねこの飛車を攻める手がね結構この桂打ちは結構今局厳しい手になりましたね。飛車がこう逃げる位置が実は難しいんですよね。ここまでいっちゃうと銀を打たれた時に飛車が近づいてしまいますし、あるいはね5八に逃げても6九銀という手がありまして、
これもね飛車がどこに逃げても実は飛車捕まっちゃうんですよね。こちらに逃げても例えばなるとね金を打てば捕まってますしね。これね実はこの式のうちで飛車がね逃げるとこが難しいんですね。歩を打っても飛車を取ってね王手角取りの形で攻めが続く格好ですね。実際6六に逃げてね、この時に銀を打ったんですけどすぐ5八金の方がね私も良かったですね。これ5八金と打って同玉ですと本譜と同じような形ですし、玉を寄ればそこで銀を打った方がね攻めとしては厳しかったですね。実は私単に銀を打ったんですけど、この時にね歩を3九歩と打てばまだねちょっと難しかったかなと。これでも私の方のペースですね。金を取って飛車を打ったりすれば、攻めが続くんですけど歩を打った方が粘れたと思います。実戦は銀を打ったんですけど、これですとね銀をなって取ってこの時に金打つ形でね先ほどのルートにね戻りまして、ここからは寄せですね。同玉に飛車を成りまして合駒をしますとね6八金から、同飛車同桂成で合駒を取るという形で寄りになります。で6七玉と逃げたんですが8七金とね打ちまして、そうなんですよね、攻撃陣がこう逆に攻められてしまう形になったのがね先手としては痛いですね。まだ後手玉が豊富な持ちも持ってますんでゆっくり攻める手だったらね結構手がつくと早いんですけど一瞬硬いのでね、実際7六飛車と取ったんですが7八竜と回りまして、6六玉に8六金と、角を手にしたことでねもう攻めが切れることもなくなりました。で同飛車に、7五銀ですね。この手が決め手ですかね。同玉ですと7七竜から何かね合駒をして、角を打つ形でねこれももう半分詰みのような格好ですし飛車を取ってしまうので、押し切れます。実戦は7五銀に対して5五玉とね上部脱出を目指したんですが4三金と、飛車を取る手もあったんですけど金を上がるのが一番分かりやすいですね。これでもう詰めろと詰めろ飛車取りのような形ですね。2五角と打ったんですけれども3七角と、打ったところで、相手の方のね、投了となりました。以下はですね、王様を寄れば6四角成ですね。王様を寄れば6四角成で詰みですし合駒をしても5四金と上がれば詰みということで投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋を大勢指しました対局の解説編をお届けいたしました。ご覧いただいたようにね相振り飛車という将棋は、振り飛車対居飛車のいわゆる対抗形と呼ばれる形なんですけど、その対抗形と比べてね違った感覚でね指す必要が結構あるんですね。お互いにね攻め駒が非常に強力だったので、先行できるかどうかっていうのがね一つね形勢を左右するねポイントになったのではないかなと思うんですよね。実際、形勢自体は難しいんですけれども、実践的にね王様を薄くできる先に攻め込めるというのがね大きなアドバンテージになったのではないかなと思っております。この動画が良かったらグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。